はい、では今回ご紹介したいレンズはですね、ちょっとかなり特殊なレンズになりますが、こちらです。ラオワの 17mm F4 ウルトラワイド GFX0D というね、もう名前を呼ぶだけでも長ったらしい、レンズになるんですが、GFX0D というぐらいですから、この本体 GFX100 を私、所有して使ってるんですが、それにつける、富士フィルムさんの GF マウントのレンズになります。でも、メーカーは富士フィルムさんではなくて、冒頭に言ったラオワというね、中国系のメーカーさんになるんですが、これなぜ僕持っているかというと、建築写真を撮る上では最もね、広角に映し出せる、こういうね、中盤用の GF の、レンズの一つになります。これよりね、広角に、撮れる中盤のレンズはありませんので、もうこれはね、いろいろ問題もあるんですが、分かっていながら、そういったこともね、踏まえて購入してみました。実際に焦点距離 17mm なんですが、これを中盤サイズの GFX につけると、どういう画角になるかというと、実は 0.8 倍しないといけないんですね。通常よく APS-C サイズとかのレンズだと 1.5 倍とか 1.6 倍にするんですが、中盤につけると今度逆にこれはね、1以下の 0.8 という数字をかけることによって画角が決まります。よいしょ。実際にいくつになるかというと 17×0.8 ですから約 13mm というね、中盤で 13mm の画角で撮れてしまうというね、そんな特殊なレンズで、しかも 0D というのはゼロディストーションって言って、歪曲がほぼしないゼロでね、垂直にちゃんとね、たわまなくて撮れるという、そういう、特殊なレンズになります。絞りは、ここに絞り管がついてまして F4 から最大で32までの、レンズになっています。で、マニュアルフォーカスです。オートフォーカスではなくマニュアルフォーカス。残念なことにね、ラオワさんのレンズっていうのは電子接点がほぼほぼついてないので、基本的に、絞りとかもですね、こちらで操作することが本体からのボディで操作できないですし、オートフォーカスも効きません。で、僕の場合はもうだいたい絞り11から18、もう高い時には22というね、絞りを使って撮るんで、もうほぼほぼ無限のポジションですよねから3ぐらいのところでパンフォーカスでも撮ってしまいます。そうするとですね、結構社会深度の深いそういう撮影ができますから、問題なくね、逆に言うとオートフォーカスよりもそういったことを意識しなくてね撮れるレンズなので、僕は意外とね比較的使いやすいいいレンズなんじゃないかなと思います。撮った写真もですね、もう極めて解像度の高い、もともとこの GFX100 がね1億画素ありますから、それだけでもね高解像度なんですが、このレンズ十分その1億画素に耐えれるだけのね僕レンズだというふうにね認識してますし、今までもこれ使って撮ってね、気になることは全くありませんでしたので、とてもいいレンズだなというふうに思ってます。はい。実際に撮ったね、このレビューもね今後ちょっとまた時間を見てしていきたいなと思いますが、こういったレンズなかなかね持ってる人も少ないんじゃないかなと思います。GFX100 ですらねそんなに一般的なカメラではない中で、さらに僕は建築にこだわって撮るというところで、このラオワの 17mm F4 0D をね、購入しているというのは、やはりその仕事柄といえばそうなんですが、風景撮る人にとってもねこのレンズやはりおすすめできます。お値段なんですが、皆さん高いと思うか安いと思うかどうでしょう。16万3500円です。実際にね、中盤のカメラの単焦点レンズということを考えれば、比較的お手頃なね手頃なお値段なんではないでしょうか。高いと思う人もいるでしょうし、安いと思う人もいるんでしょうが、僕にとっては、やはりねこれが中盤で 13mm が撮れるというね唯一無二の、そういったレンズになるので、値段に変えられない価値というのがね、実はあります。しかも画質的にはねかなり綺麗に撮れるという、そういった利点から考えればお値段以上の感覚はあるし、あともう一個特徴的なのはこのねフィルターをつけれるというね、もうこれはありがたいです。僕の場合はやはりね
一般的にフィルターがつかない広角レンズがほとんどですから、そんな中でフィルターがつけられるという意味においてもね、非常にですから僕の場合こういう変光フィルターをねつけてます。こういう変光フィルター、はい、結構ねこれは重宝できるんじゃないかなと。まだまだちょっと現場でのね使用経験がねまだ少ないレンズなので、これからちょっと多用していく予定なんで、またいろんな形でねこれの実写のレビューもしていきたいなと思ってますので、チャンネル登録よろしくお願いします。